プレックストークプロデューサーを使ったマルチメディアデイジーの制作についてプレゼンテーションを行います。プレックストークプロデューサーは信濃建士株式会社の製品です。なお、このビデオはデジタルナレッジ未来の教育基金奨励助成を利用し作成いたしました。感謝を申し上げます。プレックストークプロデューサーのセットアップですが、Windows Vista 以上 Windows 10まで対応しています。CPU2GHz 以上、メモリー 4GB 以上推奨、インターネット接続できることなどが条件です。初心者にとってややハードルが高いのは、ネットフレームワークなどの追加のインストールが必要なことです。これはユーザーマニュアルをよく参照され、実行してみてください。マニュアル通り、実行すればそれほど難しいことではありません。さて、これがプレックストークプロデューサーの起動画面です。非常にわかりやすいユーザーインターフェースだと思います。テキストデータが事前に準備できていない場合、例えば紙の資料から取得する場合は OCR ソフトから、OCR をかけてテキストデータを作る必要があります。ただし読み取り精度が低い場合、後々構成が大変になってしまうので、その点は要注意です。事前準備としてテキストデータ、画像データなどを適宜一つのフォルダーにまとめておくと便利だと思います。新規プロジェクトを作成いたします。ダイアログボックスが立ち上がりますので、そこに必要な内容を入力し、設定いたします。次にテキストデータのインポートをいたします。その際、テキストファイルを整形しておくといいと思います。段落ですとか開業などです。テキストファイルをインポートしますと、自動的にプレックストークがタイトルですとか句読点を検出し、例えばこのようにフレーズ分割をしてくれます。このフレーズは長かったり短かったりした場合は手動で調整をすることが可能です。例えば長すぎる場合は分割、短すぎる場合は合併したりすることができます。次に画像ファイルを取り込みます。本文の好きな場所に画像を貼り付けられます。その際、必ず代替テキストを追加することを忘れないようにしてください。これは視覚障害の方のための配慮などになります。画像の内容を適切に示す代替テキストを必ず追加しておいてください。今、我が輩は猫である夏目漱石のものですが、黒い猫の画像が貼り付けられています。すでに黄色くハイライトされていますが、フレーズの部分ですね。すでにマルチメディアデイジー図書の、完成に近づいております。次にルビ振りを設定します。全文または部分選択で、振ることができます。合成音声で読み上げることを考えますと、全文につけておくことを推奨いたします。なお、デイジーリーダーでは Ruby の表示、非表示を選ぶことができます。Ruby 振りが間違ってされている場合は、手動で修正をかけます。このように直したい Ruby の部分を選択し、クリックしますとダイアログボックスが立ち上がりますので、正しい Ruby に振り直してください。先ほどは横書きで出力しましたが、EPUB3 メディアオーバーレイで出力しますと、
縦書き表示もできます。ご存知のように EPUB は電子書籍の国際標準規格で、アクセシビリティについては DAISY の仕様に従っております。ビルドブックを実行し、合成音声で読ませ、再生確認をしています。プレックストークプロデューサーには、再生用のリーダーが同梱されておりますので、それを利用いたします。Ruby 振りが正しくされていれば、合成音声でも正しく読み上げることができます。Ruby 振りなどがされていない場合、間違って合成音声が読み上げる場合がありますが、それは後で、修正することが可能です。それではマルチメディアDAISY図書を、作成してみてください。以上でプレゼンを終了いたします。